いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは秋シーバスのポイントを解説していきます。秋は夏のベイトであるイワシやサッパが続けてサヨリやコノシロといったベイト、小魚も入ってきます。さらに落ち鮎のシーズンでもあるため、サーフや漁港、港湾はもちろんのこと、河川などもシーバスが好むベイトなどが多くなります。また冬の産卵に向けてベイトを荒食いし出すため、1年の中で最もシーバスが釣れやすい時期となります。夏よりも水温が低下し、シーバスにとっては快適な環境となるため、ナイトゲームはもちろん日中のデイゲームでも釣れやすくなります。ベイトが豊富でシーバスが潜む場所も多くなるため、釣れる可能性が高くなるのが秋シーバスです。これからシーバス釣りをやってみようと思われる方におすすめの季節になります。今回の秋シーバスのポイントを学ぶことによって、秋のシーバスが釣れる場所やテクニックを学ぶことができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。最適なシーズン。落ち鮎とコノシロ。大物が狙える。様々なルアーに反応。ベイトがいるところ。それではこの5つについて解説いたします。最適なシーズンについて解説していきます。産卵シーズンを控えた秋は、シーバスが体力を蓄えるためにベイトをたくさん食べるシーズンになります。ルアーへの反応も良く、港湾、河口、サーフ、磯といったポイント問わず、数釣りも期待できます。そのため、初心者でもシーバスをキャッチできる確率が高くなって、これからシーバス釣りを始めようと思われる方にとっては最適な時期になります。まずは釣りにとって一番重要な場所について紹介いたします。港湾部はベイトが接岸しやすく、沖に逃げづらい構造なので、ベイトが入ってくると同時にシーバスも入ってきます。比較的障害物周りのストラクチャーを狙うとシーバスの反応があったりもします。しかし、エギングやアジングなどを狙われる釣り人も多いため、魚にプレッシャーを与えやすくもなります。河口はイナッコと呼ばれるボラの幼魚などが多く回遊しているため、比較的簡単に釣ることができます。活性が高くボイルといってシーバスが小魚を食べるために水面を跳ね回る姿をよく見かけることも多くなってきます。しかし、港湾部と同様でプレッシャーを受ける場所も多くなるため、釣れ対策は必須となります。サーフは釣り場が広くプレッシャーを受けている場所はほとんどないと言えるほどです。しかし、その広さゆえにサーフの場合はシーバスがいる、いないがはっきりしています。秋はベイトが多いので、いる可能性は高くなりますが、ベイトがいないサーフに行ってしまうと全く釣れない場合もあります。シーバス狙いのはずが青物の回遊も多く、またヒラメなどのフラットフィッシュが釣れることもあります。磯は岩に当たる波の影響から水中の酸素濃度が濃い場所になります。そのためシーバスはもちろんですが、餌となる小魚にとっても非常に住みやすい場所となります。また、磯は小魚にとって大型の魚から身を隠すための場所としても最適で、シーバスからしても小魚に気づかれず近づくことのできる絶好のポイントとなります。足元が悪く釣り人も少ない釣り場になりますが、最大限の安全対策は必要となります。落ち鮎とコノシロについて解説いたします。秋のシーバスといえば、落ち鮎というキーワードは欠かせません。鮎の寿命は1年です。秋になると河川の中流から下流付近で産卵し、産卵を終えた鮎がその一生を終えて弱っていきます。その下流方向へ落ちていく鮎の身をシーバスが捕食するのが落ち鮎パターンと言います。大きいものは30センチメートル前後まで成長するため、
シーバスにとっては体力をつけるためのベイトとしては申し分ありません。鮎は流れに逆らえないほど弱っているため、流れのよれなどで待っているだけで捕食できるようになります。また、秋はこの白パターンにもなりやすい時期になります。この白パターンの本番は主に冬ですが、港湾や河口などでは地域や時期によって秋からこの白パターンとなることもあります。この白は落ち鮎よりもサイズが一回り大きくなります。そのため、この白の群れについているシーバスは、この白を捕食できる大型であることも多く出てきます。大物が狙えるについて解説いたします。数釣りができる可能性が高い秋ですが、同時に大型が狙えるベストシーズンにもなります。特に様々なベイトが集まる河川の河口部やサーフでは1メートルを超える大型も期待できます。しかし、大型を狙うためにはそれなりの道具、タックルの準備も必要です。突然の80センチメートルを超えるようなランカーサイズに備えて、普段より強めのロッド、大きめのリール、太めのライン、リーダーなどしっかりとした準備をしておくことが必要です。様々なルアーについて解説いたします。秋は落ち鮎やコノシロといった比較的大型のルアー。様々なベイトが接岸する秋はナブラやボイルが起きやすいため、飛距離の出やすいシンキングミノーやシンキングペンシル、メタルジグ。シーバスが捕食モードに入っているときは定番のバイブレーションやミノーはもちろん、トップウォーターやシンキングペンシル、ワーム。数やサイズを求めることも楽しいですが、様々なルアーを試すいい機会でもあります。ルアーの種類だけでなく、普段使わないカラーも試すことで、さらに釣りの幅は広がる可能性もあります。ベイトがいるところについて解説いたします。秋は夏や冬に比べて気温や水温ともに変化しやすい時期でもあります。北風が吹けば下がりやすく、南風が吹けば上がりやすくなります。それに合わせてベイトも動きやすく、昨日までベイトがいたポイントが日が変われば1匹もいなくなることもあります。ベイトが移動すればシーバスもベイトの群れを追って移動します。そのためベイトの群れをいかに探すかが超過アップのポイントとなります。ベイトが岸際の水面にいれば誰でも見つけることができますが、沖を回遊していることもあるため、鳥の動きも重要となってきます。鳥山ができていれば、その下にはベイトがいる可能性は高くなります。また、河川などでのサギなどがいる場所は、落ち鮎やハヤなどがいる可能性が高いので、シーバスもついている可能性が高くなります。今回のまとめです。秋はシーバスが産卵に向けて体力を蓄えるために積極的に捕食活動を行い、シーバス釣りが最も盛り上がるシーズンです。落ち鮎パターン、コノシロパターンが有名ですが、ベイトフィッシュが大きくなり、ビッグベイトのような大型ルアーが効果的になる季節にもなります。釣れる場所も広範囲にシーバスが散らばり、動き回ることが多くなるので、一箇所で粘らず、時間を変えながらポイントを回ることで効率よく釣りが楽しめるようになります。また、荒食いによってシーバスには脂が乗り、魚体が非常に大きくなるのも秋の特徴です。大きなシーバス、ランカーサイズを狙うなら秋シーズンが最適です。シーバス最盛期の秋にシーバス釣りの基本をしっかり身につけてみましょう。今回の授業は以上となります。秋シーバスのポイントの授業が超過アップの手助けに少しでもなれれば嬉しいです。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける釣りの授業を配信しております。
釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで見ていただきました方へ特別な告知がございます。釣りって学べるのサブチャンネルとして遊びって学べるを始めました。名前の通り遊びを通じて学ぶことを目的としたチャンネルを予定しています。まずは35年ぶりにミニ四駆にチャレンジしてみたいと思います。ミニ四駆創世期世代の私が心機一転、子供のためにゼロからチャレンジしてみます。釣りって学べるをご覧いただいている方で同じ趣味を持たれている方、もしくはミニ四駆に興味を持たれているお子様がいるパパ、ママがおられましたら概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひ遊びに来られてください。